どうも、白井です。今回は指名手配向け下腹クルニス入り地属性ビルドの解説です。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回はナズナを主力にした印発動型のビルドを採用しました。ナズナは主力スキルにより地属性非ダメージのデバフを5秒間付与することができます。効果量が 129% とかなり大きいので、スキルのレベルを上げるだけで大きくスコアを伸ばすことができます。今回のイベントではナズナのスキルレベルを上げるために必要なカセットが入手できるので、クルニスには使わずに全てナズナにつぎ込んで支援スキルのレベルを10にするのがおすすめです。必殺技使用後の15秒間、攻撃力を強化することができます。こちらも強力な効果なのでレベル上げ推奨です。相手のブレイク中に合わせて使用するのがスコアアップの秘訣です。みんなで寝転んでは印ダメージを最大 420% 増加させます。これがないと始まらないので必ずレベル6で取得してください。引いたら離脱は地属性非ダメージを最大 290% 増加させます。効果時間は5秒間と短いものの、必殺技スキルの攻撃力増加の効果と同時に適用されるので、ダメージ量を通常時の約2倍にすることが可能になります。ナズナは他にも採用したい素質があるので、こちらは余裕があれば採用してみてください。赤素質はデカヌイ軍団とみんなで踊ろうの組み合わせがおすすめ。 HP 回復、印付与、属性非ダメージのデバフ付与とどれも強力。デカヌイ軍団のデバフは適用表示がされないので効果時間の検証はできませんでしたが、効果量は表記通りの 50% でした。グレーでおすすめの素質は黄昏の維新です。地属性ダメージを最大 160% 増加させます。今回のビルドでは効果が常時発動なので強力です。隣人の恐れは必殺技使用後15秒間、地属性ダメージが最大 117% 増加します。テキストでは非ダメージとなっていますが、私の検証の結果、地属性ダメージであることが判明しました。運営にも確認済みで、後日テキストの修正がされるとのことです。こちらもナズナの引いたら離脱同様、敵のブレイクに合わせて使用してください。クルニスのおすすめの素質は旅は道連れです。地属性非ダメージを最大 224.4% 増加させます。ナズナのみんなで寝転んでの効果と掛け合わせると、印ダメージを最大 1587% 増加させます。これに攻撃力や属性ダメージ、属性非ダメージを掛け合わせると最終的な倍率が5万%を突破。気象でさらに強化すると10万%も可能になります。今回のビルドでは気象の影響がかなり大きいので厳選は必須です。ということでここからはおすすめの気象を紹介します。1つ目はナズナの主力スキルです。地属性非ダメージを最大 163% 増加させることができます。気象の中では割と出現頻度が高いので、レベル1ならすぐに取得できると思います。次におすすめなのがグレーの印ダメージです。効果量は最大 80% です。これを3つ取得可能なので合計で 240% の印ダメージ増加になります。出現率は属性耐性貫通よりも高いので、研磨剤を使うときはまず属性耐性貫通をロックしてから印ダメージが出るまで再抽選しましょう。ここからはそれぞれの準優者のおすすめの素質気象を紹介します。ナズナのおすすめはみんなで寝転んでです。プラス1につき印ダメージが 60% 増加します。クルニスのおすすめは旅は道連れです。プラス1につき印非ダメージが約 33.6% 増加します。厳選の優先度はみんなで寝転んでよりも高く、同じレベルの気象で比較した場合、旅の道連れの方が約 4% 有利になります。グレーのおすすめは黄昏の維新です。プラス1につき地属性ダメージが 24% 増加します。以上がクルニス入り地属性ビルドの概要です。特に解説はしませんが、従来のティリア入りの地属性ビルドも載せておきます。
今回作成した記録がこちら。ナズナは3凸、グレーが1凸、クルニスが無凸で全員レベル90です。対戦よろしくお願いします。今回の敵は壁際への移動が多いので、中心に来た時にいかにダメージを稼げるかがポイントになります。ただし序盤はブレークしやすい上に敵の動きを制御しやすいので、まずは左下の円に向かって少しずつ敵を誘導していきます。円に近いところでブレークできました。必殺技を使ってダメージアップを狙います。ブレークから復帰後、敵は最も近い円に移動します。うまく誘導できたのでグレーの攻撃圏内です。記録の出せる火力によっては壁際の攻撃を見送った方が良い場合もあるので注意してください。グレーの必殺技は支援スキルのクールタイムが残り3秒になったら使用します。基本的にクルニスの必殺技は即使用して OK です。ナズナのデカヌイ軍団は5回スタックさせると地属性非ダメージを 50% 増加させることができます。できるだけ早くスタックさせるためにも敵との距離を取りすぎないように注意してください。敵が壁際に移動しました。オートを切って敵が中央に戻ってくるのを待ちます。少し早いですがナズナの必殺技を発動します。必殺発動前に主力スキルの発動を忘れないでください。さらにグレーの必殺技発動で畳みかけます。指名手配向け地属性ビルドの解説は以上になります。この動画が皆さんの攻略の助けになれば嬉しいです。このチャンネルではこれからもステラソラの最新情報や攻略情報の発信を続けていきます。見逃したくないという方は今のうちにチャンネル登録と通知オンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたのステラソラライフがより充実したものになりますように。